はい、さそり座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのダーラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月25日の繁栄月食から4月9日の皆既日食までの2週間を星の解説とともにタロットで見てみたいと思います。よろしくお願いします。もし星のことを知りたいとかタロットのこと好きです、そして一緒に勉強してみたいですっていう方は、私の方でメンバーシップをやっています。このメンバーシップは本当に星好きな人、タロット好きな人が集まっていろんな話をしたり勉強会をしたり、オフ会をしたりしています。動画ももう300本以上見放題になっています。でまた勉強したいわけじゃないけど情報だけ欲しいよっていう方は LINE の方でもメンバーシップを実はやっていまして、 LINE の方は本当に新月とか満月とかこういった月食とかいう時のエネルギー解説をメンバーさんにお届けしています。なのでもしねご興味ある方いらっしゃれば概要欄から詳細ご覧ください。ということでいきましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、カップエース、ペンタクルス8逆、死神、カップキング逆、戦車、吊るし人逆、そして吊るし人聖地ですね。そしてワンド4、気をつけることや対策はカップ5とソード10とオラクルはフールということでしたね。なるほど。はい、ちょっと星の話を先にさせていただきたいんですけども、やっぱり新月満月っていう、いいタイミングではあるんですが、今回は月食に日食っていうことで普段よりも強く何か無意識に私たちに影響が来るなって感じがしてます。ただでさえ日食って見えないエネルギーでなんとなく日食の前ってだるいなとかちょっと調子が悪いなっていう方多いんですけれども、なんかカードで見てもさすがの皆さんもなかなかね濃い2週間だなって感じがしました。全体的にはねその月食から日食までの間っていうのはいろんなものを削ぎ落としていく、できるだけ整理しましょうねっていう感じなので、あんまりガツガツするというよりは整えるとか流れに任せるっていう方がいいんですね。でオラクルにやっぱフールが出ているので十分その流れに乗ってくださいと、今のこの感覚の中にしっかり身を置いて自分の感覚に従ってくださいねっていうふうに言われています。とても自由ですよね。これはね自由でリラックスしているからこそ湧いてくる体の英知があるっていう感じかな。頭で考えてキーってなんか緊張してどうしようってなってると頭の中で損得とかいろんな情報だけを分析してしまうけれども、本当に私たちっていうのは全員が本当は自然の中の一部であって、この宇宙の流れが今そういう流れなのであればそれを体が感じるはずで、その体に従っていくっていうのがすごく自然な流れだと思うので、それがなんかさそり座の皆さんこの2週間できるのかなって感じがしました。そしてもう一つ星の話ですが、4月2日から4月25日まで水星が逆行するんですね。で水星の逆行期間というのは年に3回ぐらいあるんですけれども、少し誤解が起きやすかったりとか、コミュニケーションの誤解が起きやすかったりとか、交通手段も乱れやすかったりスケジュールがね変更になりやすい時なので、ぜひ余裕と確認を持った行動を取るようにしてください。自分の頭の中でもねいろんなことを考えやすい時なので、そういう時だったなって思いながら変更できるような余裕のあるスケジュールがいいかなと思います。そしてタロットで見ると入り口がカップのエースなので、とてもなんか愛があるって感じかな。人ってなんか状況が厳しかろうとも何かあってもなんか愛があれば頑張れるって感じがあると思うんですけど、なんかそんな感じですよ。今恋愛もいい時ですし、なんか真面目なねエネルギーも一緒にあるので、浮かれてばっかりいられるわけじゃないけど、本当に相手のことを思ってるからこそ誠実な対応をしたりとか、相手のことを思うからこそこっちの行動も謙虚になったりとかっていうのもあり、相手もしっかりですね。なのでそういうなんかわーっていう感じのエネルギーじゃなかったとしても、ちゃんとそこには愛がある。でそれをさそり座の皆さん感じてるのかなって思いました。感じるからこそ頑張れるとか、今この時を過ごしていけるって感じがあります。でいや特にそんなことないですよっていう方がいらっしゃったとしても、愛情のような喜びや優しさっていうものがあるなって思いますよ。そして
3月の20日以降っていうのは日常生活を整えましょうみたいな流れになってくるんですね。で実際に、しっかりと日常生活をこなしていく、ルーティンをこなしていく、働いていくもそうだし、自分で決めたことをこなしていくっていう感じがすごく出ています。ただ少し前にこのデスのカードが出てる、何かを終えたのかなって感じがしますね。終えたからこそすっきりしてるんでしょうか。何を終えたんでしょうね。友達に流されるのをやめるって感じかな、これは。周りの人に流されて当たり前のようにやってきたことを自分で今ちょうど日常生活を整えるとかね、自分をきちんと自分を制するみたいな時なので、自分の答えに忠実にいくので、誰かとの関係っていうのはもしかしたら不要な付き合いっていうのはやめるかもしれないし、または無駄にお金を使っていたことっていうのもやめる感じがあります。もっと本当に価値のあることにお金を使いたいっていう感じがありますね。そしてもっとちゃんと自分はお金を貯めたいんだみたいな感じもカードに出ています。労働というところはすごく今際立っていますので、それも関わって相まって何かきちんとお金を貯めていこうとか、お金を作っていこうみたいな、これどちらもペンタクルの8なんですよね。これはコツコツと頑張りますみたいな、日常生活で鍛錬していきますみたいな感じで働いていくっていうのもそうだし、生活を整えるっていうのもそうだし、お金を貯めていくとかね、何かそういう感じのルーティンっていうものがすごく際立ってますね。そしてなので何か自分の中で決め事をして自分の悪習慣を止めると、やめると、やめたのかなって感じで、その後自分は自分にとっていいと思うことをやったのに、周りの人やもしくは親とか上司とかが、ちゃんと自分のことを理解してくれてないんじゃないかなっていう感じがあるかもしれませんが、それもねお試しですよね。他者に認められるからどうとかではなく、自分が本当にこうしたいんだっていう思いにどれまで忠実でいられるかということで、一時的な誤解は恐れないでくださいね。一時的な誤解は恐れない。特にこの4月の2日からがね、修正も逆行しますので、ちょっと誤解も起きやすい時だから、今は分かってもらえなくてもいつかはきっと分かり合えるみたいな感じでいてください。なのですごくさそり座の皆さんにとっては心の中はしっかりしてるって感じがありますね。だからこそ自分が決めたことをやっていくだけなんだ、あとはやっていくだけなんだっていう感じがあって、すごくたくましい気合がありますね。これは戦車としてやっていく、どんな道でもやっていく、自分が決めたんだから、これは自分のための道なんだからって言って頑張ろうとした時に、その時にこのねちょっとね吊るし人っていうのが出てきていて、少し足かせとなるようなものがあるかもしれません。これはですね、今回この他の星座でもすごくよく出てくるんですね、このカード。ということは全体的なエネルギーとしてやはり今ちょっと抑えられているのかもしれません。これはやはり日食から月食月食から日食までの間っていうのは削ぎ落としていくとか整理していくっていう流れなので、意思はねすごい進んでいきたいと思っても流れ的になんとなくみんな動きづらいみたいな流れかもしれませんし、何かしらのちょっとみんなで止まろうみたいな動きがあるのかもしれませんね、世間的にね。だけどそれが決して悪いことではなく、そうやって止まって考えてみることで新しい気づきがあるっていうふうに出ているので、ぜひ物事をね違う視点から見てその状況の中での得られるものっていうのをぜひキャッチしてみてください。そしてそうかそうなんだねみたいな状況に応じて自分の在り方や捉え方を変えてみた時にすごく穏やかな関係性っていうのがあります。仲間がいるって感じかな。ちょっと前に理解してもらってるのかなっていう感じだったり、自分が何かをやめたことによって自分自身はすごい強いものがあるけど、他の人はどう見てるのかなって思った時に分かってもらってたとかよかったみたいな、すごく調和に満ちた人間関係があるので、そこ安心してください。今ね今2週間で見てますけど、やっぱり今年の前半の流れ的にはもうさそり座の皆さんはもう前半ものすごく人間関係で恵まれてますからね。恵まれてて運があるっていうことはそれだけ人間関係は変化しやすくて
いろんなことが人間関係を通して起きやすいんですね。なので不要な関係性っていうのは変わっていくかもしれないし、逆に自分が人との関わりっていうものを変えていって、本当にいい関係性を築ける自分になっていってる途中なので、なんかそういう視点で見た時にすごくいいプロセスが起きてるなって感じがしました。自分を信じる、自分のために決断し、自分を信じ進んでいくことによってエネルギーが湧いてくる。そして多少環境的に何か思い通りにいかないなっていうことがあったとしても、自分の中でその状況でこそ得られることを得る。そして友達もいて豊かだって、とってもなんかいいマチュアな感じがしますよね。そして対策なんですけれども、やっぱり一時的に身近な人から理解されてないっていうふうに感じたとしても気にしないでください。それは本当に一時的なものだし、もしその身近な人がかけてくる言葉っていうものにちょっと傷ついたとしても、それはさそり座の皆さんのことを心配してるから、さそり座の皆さんが大事だからあえて言ってるっていう感じなので、何も自分の意見を 100% 全部そうだねそうだねって言ってくれることだけがいいことではないのでね、そういった反対意見や心配して言ってくれることも踏まえた上で、でも自分の中の情熱は消えないんだっていうことをどうやって相手に伝えていくのかとか、どうやって相手に反発せずに理解してもらうのかっていうのもすごくいいメッセージ、すごくいいレッスンなんですよね。そしてなのでちょっと身内関係の残念な感覚っていうのはちょっとだけあるかもしれないんですけど、それは本当に一時的なものなので、そこからその状況の中から得られるものを得て、自分は感じるものを感じて穏やかにいてください。とにかく今は何かをコントロールするっていうよりは、自分の情熱は絶やさない。そして状況に合わせて自由に動いていくようにしてくださいね。そんな感じかな。ちょっと最後にもう一枚引かせてください。ちょっとオラクルカードなんですけど、なんかすごくさそりさんしっかりしてた、いい感じ、いいね。これかな。これちょっとフランス語私読めないんですけども信仰ということで、これってすごくもしよかったらね、このカードを見て自分が感じることをキャッチしてみてくださいね。そして何を感じたかをまたコメントで教えていただけると嬉しいんですけども、これってなんか誰に見せるものでもなく、自分の中ですごく大事にしていたもの、すごく大事にしていた思いっていうものをちゃんと温めてくださいよと、そのろうそくの火を消さないでねみたいな感じがしました。本当に自分が信じているものを大事に温めてよみたいな、そしてそれはちゃんと守られてるからねっていう感じがしました。はい、ということで今回はここまでにしておきたいと思います。また次回はね、4月の頭ぐらいに次の動画をアップしたいと思いますので、楽しみにしててください。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ力強い自分の情熱を感じてお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。